皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。はい、すんです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の企画はですね、はい。まあ、人気のキャラクターって、どこが重要なポイントかなって考えたときに、やっぱりね、目だと思うんですよ。目？まあ確かにでも、これも行くけど目に行くよね、印象が。やっぱり、目は口ほどに物を言うって言うけど、やっぱりさ、みんな目をまず見るのよ、キャラクターを見るときって。私、髪の毛かと思ってた。まあ、人それぞれか。遊戯王の髪型みたいにね、でも遊戯王ですね、よく見たらね、遊戯の目ってすごくね、特徴的がある。本当？あるのかな。で、みんなだったらね、この二人と、今動画見てる視聴者のみんなは、やっぱりね、アニメとか日本のキャラクターたちいっぱい見てきてると思うのね。いろんな人気キャラクターたち。だから今回は私、いろんなキャラクターの目だけを模写してきました。なるほど。なので、それを今から二人にクイズ形式で出題したいと思います。それ楽しいね。で、どっちの方が、より、得点を取れるか、ちょっと二人で競ってください。はいはい。俺らの知ってるキャラだった。いや、私も今、知ってるかな。そういう方は、動画見てる視聴者さんも一緒にやってみてください。視聴者の方が強そう。いきますよ、レッツ、チェケラ12問あって、前半は割と簡単な部類です。で、後半に行くと難しくなるので、後半はね、ちょっとヒント画像っていうのも用意してるので、どうしようもないときはヒント画像送ります。ヒント画像で分かんなかったよくない？ただ、一応ね、ルールがあって、これ何もヒントなしで答えられたら1人10点。おー、なるほどね。1人回答権は1回ね。1回だけね。それでもし違うキャラクターを言ってしまったら、マイナス10点。おー。マイナスになるってことはあるってことじゃん。で、なんかあれだね。ヒント画像あるじゃん。ヒント画像をもらって答えたら1点です。なるほど。だから、かなり違うんだ。全然違うじゃん。ヒント画像はほぼ答えが多分出てしまうと思うので。でも10分の1になんだね。そうなの。だから、かけて10点もらうか、もうミスって、マイナス10するか、もうとりあえずここはセーフしたいからヒントをもらうかという。いや、ギャンブラーの血がギャンブラーだね、これ。感じです。当てたいな。で、一応ちょっとヒント画像が前半部分のキャラクターにはないんだけど、それでもヒント欲しいっていう時は、それぞれに私ちょっと文章でヒントを送ってあげるから。あ、文章ね、なるほどね。それで多分だいぶいけると思いますので。さあ、1問目こちらになります。はい。見ていいのか。どうぞ。ああ。これは一番簡単だと思ってます。これでもさ、今私の中ではさ、俺は多分これ分かったかもしれない。まあ私はちょっと言うとヒントになっちゃうから、これ以上は何も言わないです。先生の名前は分かってもさ、キャラの名前分からん？キャラの名前が何パターンかいない？この。あ、いるね、これね。ご家族の。ご家族のパターンある。ある。けどこの眉毛でしょ？俺なんか2キャラいいんだよね、そうなると。どっちかだよ。私もね、2キャラ考えてるの。どっちかだよね、これね。まあ分かった。いや、もういいや。1問目だからね、一応。間違ってもいいや、もう。じゃあ、順番に答えてくれる？じゃあいいですか？まず、S 君の回答をどうぞ。俺は、孫悟空。はい、斉藤さんの回答をどうぞ。孫悟空です。正解は、ドラゴンボールの孫悟空でした。まあ、これはわかるよね。さあ、二人とも大正解、10点10点。一瞬さ、ご飯とか。俺もご飯だと思った、一瞬。そう。まあ、それはわかる。言いたいことはわかるんだけども。俺も一瞬ご飯かと思った。まあ、ここは1問目だから深く考えずに、二人ともそれで。オッケー。そんな感じで。まあ、ただ、二人の考え方は良くて、今後出していくキャラ、必ずしも主人公とは限りません。なるほどね。はい、では2問目はこちらです。はい。すでにむずいよ。いやー、でも、目にすごい特徴のあるキャラクター。今回出す問題は、ちゃんと私は斎藤もエスクもちゃんと知ってるという、情報が多分事前にある上で出してます、多分。これさ、俺ら知ってるキャラか、これ。こんなキャラいたっけ、目。こんな色の人いた？こんなさ、なんかさ、キラキラした目の人いた？ねえ？これはもう簡単、これ超簡単問題よ。多分絶対分かってるよ、視聴者みんな。遠くで見たら分かるのかな？視聴者の人本当分かる？これ。何これ？待って、もう片方の目がここにあったとしてだよ。こうか。いいじゃないよ。やばりしちゃう。待って、でもこれ分かったかもしんない。本当？この感じ。思い出して、この感じを。このなんか。そこ協力しないで。ライバルだから協力しないでください。ライバルだから。やっぱちょっと協力しちゃったよ、ごめん。いないよ、こんなやつ。これは早くもヒントを使わなきゃいけないやつだな。俺斉藤さんヒントどうする？俺ヒントいかなくていけるわ。これはヒントもらうわ。ヒントいきます？
いかに俺と斎藤がキャラクターの顔が出てこないんだよね。ね、あと私思うにさ、多分知ってるキャラでもさ、うん。アニメじゃなくて白黒の漫画で見てるんよ。ああ、はい、そういうことヒント送りまか。した。ヒントを見てください。あ、やっぱそうか。そういうことか。白黒だとわからんかもしれん。どっちかな。まあまあいいや、まあいいや。いいですか？じゃあもう回答タイムいきますよ。オッケー。ではまた S 君からいきましょう。S 君答えをどうぞ。これは、呪術廻戦の五条悟。私の中ではこれは、ナルトのかかし先生。さあ答えは呪術廻戦五条先生でした。やった斉藤ヒントをもらった上でミスりました。さあここら辺はね、イージーモードですので。イージーモードじゃなかったよね、すでに。すでにやばかったなんパッと出てこなかったもんね。第3問目のキャラクターはこちらです。いよいよ難しいぞ。何これ待って待って、こんなイージーモードで2人ともつまずかないで、マジ。こんな、多分見た瞬間、画面の視聴者分かってるよ、みんなこれ。こんなさ、本当？こんな目がさ、真っ黒なやついた目死んでるよね。こんな死んでる目のやついたか光ささないんでしょ。まあそうね。でも本当にそういうキャラです。目に光はあんま刺さないキャラ。何これしかもちょっとなんか斜め下向いてんじゃん、こいつ。ちょっと私の見た画像の問題かもしれあ、ない。そういうことか。でもまあ目つきはもう完全にこれだし。こんなキャラいるマジで。俺一回じゃあヒントもらっとくか、一応。 S 君確実なものに確する。実なものにするために S 君にヒねントを送ります。いや、これ確信私のを得るためにヒントだな。あ俺全然違ったわ、これ。はい。斉藤こさんにのヒントで送りました。。でもこれ名前知らねいや、えな、俺これ全然違った。名前知らんな。名前なんだっけ、この人の名前。なるほど、二人とも名前が知らないの。名前。だって超メインキャラですよ。じゃあもうそろそろ行きたいと思います。回答タイムいいですか？はいはいはい。じゃあ、回答タイムで、はい、じゃあまず S 君どうぞ。これね、鬼滅の刃のキャラなんよ。はい。だけど、うん。名前がわからんのよ、俺。水の呼吸使う人なんよ。水の呼吸ってきてね、キャラは分かったので、髪型も分かる。多分、黒いちょっと髪の毛ね。黒髪のそう、そう。こうカクカクして、そロン毛の人でしょ？ちょっと長いめのね。そう。で、まあ、もういいですか、二人とも答え言っても。すいません。うん。もうこの二人は、ちょっともうあまりにも、さすがに言ってるキャラは多分合ってるんだけど、ヒントをもらってたので、ここは二人とも0ポイントにしたいと思いますが、このキャラの答えは、鬼滅の刃の富岡義勇さんでした。それだ富岡義勇。やばいよ、もうこれでまださ、3問目なんでしょ？やばいよね。いやもうこれファイナルアンサーまでもう12問たどり着ける。第4問目のキャラクター、こちらです。はい。これは分かっマジお、斉藤さん分かったって。た。でも、とか言って、えキャラ違いなのかな？わかんない。でもピンときいいですよ。マイナスを。を重ねてってくれたのかまない。何これ全然わかんない、このキャラ。俺は一応ヒントもらっとこヒンうか。トをじゃあ送ります。なるほど。こんな目してたか、このキャラ。じゃあ、もういいですか？オッケーオッケー回答タイに行きますよ。なるほど。ヒントもらうとわかる。じゃあまず S 君からどうぞ。これは、進撃の巨人の、リヴァリー兵長だね。はい、斉藤さんどうぞ。私全然違う。ハンターハンターの密かだった。はい、正解は、進撃の巨人のリヴァイ兵長でした。確かに密かの目は似てるけど違う。もっとね、目がちっちゃいのよ。で、光も入んない密かは多分。密かでもあと肌白じゃねこんな。で、もっと眉毛の釣り上げ方が密かはえぐい。わかる？言いたいこああー、なるほどね。確かに確かに。と。S 君の方がヒントもでも S 君もらいましたので。これ1ポイントだね。 1ポイント。やばいよ。斉藤さんがさらに。にミスったので、マイナス10ポイント。私はもう進み続けてるマイナス現状2人の得点で21対マイナス10ですので。やばいよ。俺もう全部ヒントもらわなきゃわからんかもしれん。まあでも後半ね、キャラクター化してくるから、逆に斉藤さん有利な時が来るかもしれない。次のが激ハードなので、多分二人とも作品はすぐわかると思うんですよ。問題はそれから誰を選ぶかだと思うので、じゃあちょっとまず送るね。名前か。これはね、作品を二人ともすぐ気づくと思うんですよ。何のキャラかを当てるっていうのをぜひちょっと。これあれだ。これはね、みんなも多分視聴者もすぐね、分かったと思う作品は。これあれ目がすごなんだよく特徴的。だけどね、多分どのキャラかの決めちゃんと間違えないで選んだ。これ多分これなんだよ。これのやつでしょ。これとか、これとか、これのやつでしょ。だけどさ、なんだっけな、このキャラ。って言えるとしたら、白髪のあいつではないっていうことだよね。他なんかいたっけあれに。ほら、博士。博士博士ではないってことだけはわかる、この画像。そっちかでもね、でもだよ。あ目だけをちゃんと見たことある博士の。
わからん。もうなんかつぶらな瞳だったと思うんだよ。メガネかけてっからさ。鼻の形とさ、ねどうする？ヒントをもらってもいいですし、もうここは一発で決めいや、に行ってもいいです。ここはやっぱもう勝負でしょ。勝負したいじゃあも。うそろそろお互い決めてもらっていいですか？決めたよ、もう俺は。まあ、視聴者に唯一言えるヒントとしてはよく画像を見てくださいということですね。じゃあ S 君回答をどうぞ。俺は、名探偵コナン、工藤新一だよ、バーローだよ、これ、バーロはい。じゃあ斉藤さん回答をどうぞ。私は名探偵コナンの服部平次です。さあ、今回の答えはですね、名探偵コナンのー。来た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 。回答キットでした嘘これキット2人とも残念。確かに言われてなんでかわかる？キットだ。帽子の影が目元にちゃんと入ってる。あ、これそういうことなのダメ、ダメ、黒みたいなの分かんない。なあ、ダメだよ、そんなんかな。さ、色が黒い人って思っちゃったんだよ。わかる。ちょっと当ててほしかった俺ですね、最初三つ彦かと思ったよ、これ。まあ、あと悩むなら安室さんとかと悩んでほしかったですけどね。あ、安室さんでか。も、まあ、とにかく一番のヒントは帽子の影がちゃんと目元に落ちてるってことなんよ。でも、新一も被ってんよ、帽子。たまに。いや、そっちもたまにじゃん。たまに。現状2人の得点ですね。やばいわ。 11点 VS マイナス30点。やばいやばいやばいよ、ぶっちやばい。でもいい、ぶっちぎってる。やばいやばい。は、ハードモードに入ります。これ、すでにハードモードだよ。激ハードだったよ。そうだよ。こっからはですね、人間キャラクターじゃなくなってまいりますので、ただヒント画像を見たらほぼ答えが出ると思うので、まあ2人はちょっと、今後のヒントは文章じゃなくて画像になりますので、ちょっと、なるほ6どね。問目のキャラはこちらです。はい。俺これあれじゃん。あ、わかった。これはあった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 2人とも分かっている。わかったこれ。なるほどすぐわかったこれ。ねえ、ね。これならわかった。わかった。じゃあ分からない視聴者のために1回ヒント画像も出します。はい。じゃあ回答いいですか？これもう速攻でわかったわ。では、S 君からどうぞ。これパーマン。では、斉藤さんどうぞ。これ、おばきゅう。ちょっと待ってくれよ。2人とも頭おかしくない？先に言っとくよ。外れです。ドラえもんこれ。正解はドラえもんでした。嘘だよ。待って待って。おばきゅうじゃダメこれ。ドラえもんじゃないよこれ。じゃあ、次の問題、7やべえじゃん。問目いきます。マイナス40だよい。や、ハードすぎる。俺11だよ。今あなた1です。あ、俺1だ今、ね。今10減ったから。い1かよ。底辺の戦いやん。や、目ってすごいね。ねえ。ドラえもんってドラなかったよね。わかんなかった。し俺もかもちょっと明らかにあのさ、目だけ見て一瞬でパーマンだと思ったもんだって。新しい方のドラえもんだったね。最新の方ね。そうそうそう古いやつじゃなくはい、いいて。ですよ。見てください。はい次、6問目、こちらです。何こんな目のキャラいたかなホラーじゃん。ほらだよ。しかも。あ、でもこれ2つくっつければいけんじゃね考え方は悪くない。これでさ、もうそのキャラでしか私は見えない。これあれじゃな言っちゃダメだよ。2人とも相談しちゃダメだよ。相談しちゃダメだよ。い危ない。1点とマイナス4で相談したくなっちゃうよ。これ私ヒントだな。斉藤さんヒントいく？俺これ分かった。エスコオッケー。俺分かっ斉藤さんもいい加減1回ぐらい成功してほしいから、斉藤さんた。に。俺多分これ分かったわ。あれ私、1問目だけ成功してんだな。はい、斉藤さんヒント。ヒントもらってもやばい？いや、私多分この作品をね、見てないな。そんなことない。斉藤、そんなことない。私は2人が絶対に知ってる作品しか出してない。本当？斉藤は100%見てる。まだじゃあ俺違うかもしんない答え。でもまあいいや、それでいくや。私こいつ。いい？じゃあいいですか、回答時間見てもらいます。じゃあ S 君回答どうぞ。俺は、銀玉のエリザベスだと思う俺これ。じゃあ斉藤さん回答どうぞ。これ私はね、わからないんだね、回答が。マジで？マジでわからん。じゃあ S 君一瞬斉藤のそれ見てみ。どれ？わかんないこれでもさ、わかんない？なんかペンギンじゃんね。いきますよ、正解。いきます。何何これ今回の正解は、隣のトトロのトトロでしたトトロってこんな目してる？こんな目してるよ、マジで。嘘でも本当にセンスないなトトロこれ。これ斉藤の画像見てだよ。なんでトトロ出てこないの？もう色がトトロじゃん。そうだ、トトロむか。ずいな。言われたら分かったわ。じゃあ二人とも次の問題8問目。本当に正解してくれよ。やばいな。いや、これは難しいよ。8問目のキャラクターはこちらです。いやもうさ、こちらですって言う前からちょっと見ちゃったよね。もうね、マジでわからんよね、これね。うんなんだこれだよね。なんか中国の陰陽とかのマークが見えてきた。でも分かった。私はこれ一応分かったとして進んでみるわ。オッケー。S 君はどうする？ヒントもらえます？俺今何点だっけ？今マイナス9点です。斉藤は斉藤マイナス50点。
まあ俺じゃあマイナスになってるし、もうヒントもらうか。いいよ。じゃあ S 君にヒントを。俺はヒントもらうわ。じゃあ S 君ちょっとその画面を斉藤さんに見せないようにはいしてね。はいはい。ああなるほどこれはもう分かったわ。いいこれ出なかったら絶対分かんなかった俺。いい、うんじゃあ答えいきますよ。これ出なかったら絶対分かんない。じゃあ S 君答えをどうぞ。俺は、ピカチュウ。はい、斉藤さん答えをどうぞ。これはね、一緒です。ポケットモンスター、ピカチュウ。マジすごい、でも分かって正る。解はピカチュウでしたこれだようやくおめでと大成功、大成功。斉藤さんすごい。う。よく分かったね。これでよく分かった。見た瞬間に、うまあ、ピカチュウだなって思った。ん。わ、すごい。すごい、すごい。これには絶対分かんなかった俺。 9問目の問題はこちらです。あ、なるほど。なんとなくこれ分かった。うん、わかるよね。なんだどうする斉藤さん賭けに出るそれともヒントもらうこれヒントもらうわ。オッケー、じゃあ斉藤にはヒントを送りたいと思い俺ます。これ多分いじゃあけ S るわ。君はもうノーヒントでいこう。多分いける。多かわい分いい時はね、けるこれなのに一回ひらめいちゃえば多分それにしか見えないよ。うん。多分そう。今もうそれにしか見えん。斉藤さん、送りましたヒント。最初開いてさ、見えるか見えないかだな。あー、わかっわかったはい、では答え S 君からどうぞ。俺スヌーピーだた。ね。すごいね。さあ次斉藤さん回答どうぞ。私もスヌーピはい、正解はああ、やっぱり。スヌーピーでしたなんかね、このね、目のね、形でなんかモコモコしてる感じが見えた、俺ー。に。すごいね。私これだけじゃ絶対見えなかった。ヒントが来てようやく。ちょっと線がガタガタしてるっていうのがスヌーピーの特徴かなと。じゃあこっからは得点が50点になるので頑張ってください。いきます。10問目こちらです。これは私分かった。ハードモードですので。マジこう何この水色の点みたいな。雨じゃん、これ。まあ難しい。あ、でも斉藤これで一発で開けたら結構雨だよ、こ逆転の可能性れ。大。もうさ、私思うけどさ、最初開いた瞬間に分かんなかったやつは何聞いてももう分確かかんない。にもうわからん分かんないと思うわ。。どうするどう考えても。ヒントもらう。これもうミスったらマイナス50なんよ。いや、俺ヒントもらった方がいい。だっていいですかヒントもらわなかったらもう負けだもん、見俺。ないようにじゃあして S 君にヒントを送りたいと思います。あやばい、これ俺、このキャラ知らんわ。なんとなく言ったわ、これ。最悪だ。キャラ知らん。もう回答するわ。じゃあまず S 君からどうぞ。多分これサンリオのキャラだと思う。ほう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 。なんか、でもサンリオのキャラしかわからん。その後はもう何もわからん。はい、斉藤さん回答どうぞ。これはね、サンリオのシナモンちゃん、シナモンロールだと思います。正解はサンリオのシナモロールでしたあ50だから。それか50。なるほどね。今12対11です、2人とも。ヒントもらわないで勝負したいとこだね。そうだねもこれはそうだねじゃあ、いきますよ。まあ残り2もうわか問。やばいなもう、でももうさ、しょっぱなでわかんなかったらほんと無理だわ。 11問目のキャラクター、こちらです。ダメだ、もう終わらん。マジでわからん。あ、分かったこれ。あ、すごい、マジすごい。斉藤ここに返す巻き返しがすごい。とはいえちょっと、この欠けてるところに自信がない何このかもしれない。かけてんのなんでこれかけてんのここ。でも、あ、名前が、まあいいや。あ、でも2人ともそこが欠けてることに着目したらいい発想だと思う、すごく。さすがにね、欠けてることだけは気づくやな。影は分かんなくて。どうするヒントをもらうここはヒントをもらうとくわ。わからないから。オッケーです。じゃあ S 君その画面を斉藤に見せないようにね。あーなるほど。これ分かってる分かってたらすごいと思う俺これ。ちょっとびっくりする。分かんない分かんない。私すごいと思う。斉藤は今女子だからね。あ、そっか。なるほどね。今の会話の感じ、斉藤大丈夫そう大丈夫大丈夫。いきますよ。はいじゃあ斉藤さんから。あ、斉藤さんからいくどうぞどうぞ。じゃあ、今回の回答、なるほどね斉藤さん、どうぞ。間違ってるかもだけど、窓マギの、あ、違うんだな。9でなるほど。欠けてないから、そこだけちょっとむずい。なるほど。はい、じゃあ、S 君の回答どうおぞ。前。違ったよな。絶対笑ってて違う。ダッフィーだぜ。あ、ダメだ。あ、無理だ無理だ。無理だ無理だ。今回の正解はですね、ディズニーのダッフィーでしただから言ったじゃん俺。本当に合ってるって。あ、その時点でね、違うなと思ったけど、初子貫徹したかった。こういう系の動物だろうと思ってああとなんか、今までと比べてめっちゃ絵がリアルになってたところでも少し発あ、発しちょってほしかった。とぬいぐるみ的日なね。本じゃないんだろうな、みたいあな。ー日本じゃない。それはむずい。じゃあ最終問題、12問目、こちらです。いや、これやばいな。あ、いいね、2人とも並べるともう見えるね、それに。これ点じゃんね。点。国旗だよね。国旗。これこはもうんなもんね、黒丸の目なんかいたかなって思っまあ、ちなみに視聴者者さんにはこちらのヒント画像を見せたいと思います。多分ヒント画像を見た視聴者さんはわかると思う。ちょっと目の色が、なんか俺もっと黒かったんじゃねえかなと思うんだけど、まあこんなもんか。ちょっとなんか茶色にしちゃったのかなって感じだね。 S 君、いい着目点。絶対違うよ、私。 S 君回答をどうぞ。これは、新本先生だね。キャラクターの。なるほど、SS 漫画ダイアリーのね。これ。これ。このキャラ。あ
このキャラなんじゃないかなと思ったよなるね。目が。なるほど。うん斉藤さんは、私は、ちょっとこう話した時に思いついたのは、ケロケロケロッピだね。なるほど。なるほああ、まあ見えなくはないな。ど。見えなくもないじゃなくて。確かに、こう白でね。ケロッピはまず外に目玉のレンがある。シーモン先生も外に目いや、だ玉のレンがある。からその円はもう書かなかった。これだって。今までの流れで、そうなる、急に。いや、ね、そうだよね。じゃあ絶対だよね、これはね、もうね。違います斉藤残念ブブーそうだろマジでじゃあちょっとヒントの画像を最後2人に送りたいと思うから。ちょっとエスクの方に送るから2人でちょっと見てもらっていいですか全然わこれかんないを見てわかる2人と違も。うのが分かってたよ。わかりました分かった。うん何これエスクわかんないあわかるリラックマそう、リラ正解答えはリラックマでしたこれリラックマか。すごいなこれはマジでわからんわ。ドハードだったな。やばいわ。ということで、ほぼほぼわかんなかったわ。見てこの丸が続くこのね最終回。ほぼほぼわかんなかった。今回の2人の成績は、エスクマイナス28点、斉藤マイナス89点。やばいやばい勝ちだけども、マイナスで終わるなんてことあるのマジで。斉藤もちょっと脳みそを今後柔らかくしてってください。キャラクター知らなすぎたんちょっとだな。 2人がミスりまくったけども、まあ、今回の動画のまとめとしては、うんやっぱり人気のキャラクターっていうのは目だけですごく特徴がありますねということで私はまとめたかったんですよ。まあ全然まとめられないわな。まとめられなかなので、った。まあ、みんなもイラストを描く際は、まあ、そういうね、特徴的な、みんなから好まれるようなメロを描くことをぜひ研究してみてください。はいよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いしお願ます。いしますではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、アシスタントの斉藤と、はい、スクシャー。バイバーイ。いやーみんな言って何も分かったんだろうね。